も世界のごさチャンネルをご覧の皆様こんにちは、ヨウズです。メイクセンスというわけで世界一周編です。一周編ですね。ここまでですね、記憶がやや怪しいんですけどラスベガスに3週間前ぐらいにいたよね、いて、その後 EPT マルタに行きまして、そこから日本に帰ってくるなと言われ、世界一周編を始めたんですけども、ここから日本に帰るまで東回りでちょっと地球一周しようかなと。ああ、わかりました。今回のね、世界一周のプランをですね、ずっと考えてたんですよ。この 2,3 週間は大会がないんでどうしようかなって思ったんですけど、テーマをちょっと1個作りました。テーマ？はい、今回の旅のテーマ、行ったことのない国に行くです。おお、面白そうですね。はい、世界の横澤チャンネル、ここまで本当にいろんな国に行ってきました。もう何十カ国っていう国に行ってきたんですけど、まだまだ行ったことのないカジノがいっぱいあるんですよ。なので今回の旅のテーマは、僕らがまだ足を踏み入れていないカジノでポーカーができるところっていうのに限定して旅をしていくっていうようなプランにしようかなというふうに思っております。楽しそう。はい、そしてですね、この旅なんですけど本当にかなりノープランですはい、行く国を決めるのに結構精一杯で、飛行機とかも結構いっぱい調べて、どこからどこが行きやすいんだろうとかで、もうプランの作ることに途中で諦めて、もうこれはもう行き当たりばったりで行けるねっていうことで飛行機も取ってない飛行機いっぱいあるし、ホテルなんて全く取ってないです。今日のホテルないですまだこっからね、ノリでやっていこうかなというわけで、本日我々が来ておりますのは3カ国目の国、イタリーです。イタリア。はい、イタリアに来ました。いろんなとこあるらしいんで、ローマもあるしミラノもあるし、我々が今回来てるのはベネツィアです。ベネツィア。はい、またの名はベニスって言ったりもしますけど、ベネツィアにも、比較的大きいカジノが2つあるらしくて、1箇所がポーカーがあるカジノ、1箇所がポーカーないんだけど結構大きいカジノっていうのであるらしくて、とりあえずカジノの近くに泊まるっていう方向性でやっていこうかなというふうに思っております。わかりました。楽しみですね。楽しみですね。最近こういうのなかったからさ、我々が想像してなかったような展開がたくさん待ち受けてるんじゃないかなというふうに思います。というわけで、のんびりしつつポーカーでしっかり稼いで楽しい旅にしたいなと思います。レッツベニシア。とりあえず空港のカフェで。そうですね。イタリアといえばもうピザパスタですよね。イタリア料理ですよね。ベネチアって何が有名なんだろうね。知らないですね。何があるか正直何もリサーチしてないんですよ今回ベネチア。とりあえずコーヒー待ってる間にホテル調べてたんですけど、我々がいるのが、ここの空港のここなんですけど、ここのホテル取りました。もう歩いて行けるぐらい、徒歩15分なんだけどそう、ここのホテルを、一旦取りまして、カジノがねこの辺、ちょっと行った。だから俺ら下手したらここで完結するパークホテルアニアっていうところ、とりあえず2泊取ったんですけど、値段が1泊3万ぐらい、結構高い。でもヨーロッパね、もうユーロが高すぎるんだよね。あなたのこのファンタオレンジ、これ1本 3.9 ユーロなんで700円ぐらいですもちろん空港だからっていうのはでかいと思うけど、ヨーロッパは物価高いですね。とりあえずマキアートはめっちゃ美味しかった。ホテル向かってみますか。はい、わかりました。どうやって向かえばいいんだろうなこれ。普通に馬で行くか。めっちゃ高い、やばい。ウーバーやばい、激高え。ダメか。シャトルバスみたいなのありそうだけどな。シャトルで行けたらそれはいいっすよね。これです。本当だ。ここに来るんじゃん。おお。待ってたら何分に1回来るのこれシャトルバス調べたんですけど、30分に1回らしくて、いろいろ考えたんですけど、カジノからホテルも歩くことはできない距離なのよ。毎回こうなるのを考えたらちょっとだるいなって思ったんで、車借ります。お、了解です。レンタカーします。すげえAround here, where are you going? Just around here, I guess. Yeah. Okay. Yeah. We have actually no plans. Okay. Yeah. Where do you recommend to go? Okay. Food. Emilia Romagna, like Parma, Bologna. Okay. Should we go to around the San Marco, San Polo area? I mean, if you've never been in there, if you've never been in Venice, Okay. なんか楽しそうだなベネチア。車ゲットした。ゲットしましたね。優しいお兄さんで、本当にいろいろイタリアのことを教えてくれたんだけど、かなりね、移動した方が楽しいところが多そう。近場じゃなくて、車で2、3時間出すと有名なエリアミラノとか、割と行けんだよね。途中ちょっとさ、寄り道とかしながら楽しそう。正直全然車借りた方が多分良かった。正解です。
まあやっぱり国産が一番でしょ。うん。我々の愛車です。はい今回の愛車になりますね。まあちょっとね、隣の芝も青く見えるけどな、 BM とかもちょっといいなとか。いやでもやっぱ安全が第一なんで、かっこよさよりも安全性を取りました。出発進行。あー、やっぱ日本車はいいですね。あ、これだ。アンニャアンニャホテル。アンニャホテル。なんかすごいんだけど部屋。なんだこれ。というわけでベネチアのホテルです。下がベッドルームで、上何？なんですかこれ。なんかリビングみたいなのあるよ。ちるい。なんかちるい。弱っ。まあ3はあるかな。お、3はある。量が多いからね。勢い弱いけど量があるから。なんかまあ水回りは最低限清潔だね。Wi-Fi は？うわ、電波悪っ。Wi-Fi。本当だ。これはやばそう。これでもこの辺のホテルが多分一番いいホテルなんだよね。マジで空港の周りだと。台湾一応来ました。あ、来た。待って、1です。ダメだ。遅いし繋がんないんで1です。あんまりちょっと電車長いしないかもな。ホテルが微妙だな。これ最近感じるんですけど、ホテル選びってマジで旅の半分ぐらいを占めるぐらい大事な気がするんですよ。僕今回はこのカジノと空港とホテルが全部近いのがいいなって思ってことなんですけど、車借りたことによって全然近くなくていいからまあなんですけど、カジノ次第では話変わってくるんで、とりあえずカジノ行ってみましょうか。わかりました。はい、早速ですけど、はい。おお。レッツカジノへ。レッツカジノへゴー。なんもねえベネチア。空港の周りめちゃくちゃ田舎じゃん。カジノってなんちゃうってこと？あ、これですね。到着。なんかカジノ感全然なくない？はい。パチンコでもね。パチンコ屋でもないよね。なんか公民館。なんつうの？そう。公民館が一番近くない？確かにそうっすね。全然華やかじゃない。しかも見て周り。何これ？これめちゃくちゃシュールだなこれ。カジノって書いてある。はい、というわけでカジノに潜入しましたけど、来ましたね。中もちょっと公民館っぽいですね。なんかゲーセンみたいな。はい。ちょっと変なシステムですね。入場料がかかります。1日10ユーロ。はい。まあなんか普通によく遊んでる人はタダになるらしいです。初回は、10ユーロ払うけど10ユーロ分のチップがもらえる。もらいましたね。事実上入場料多分。はでも5ユーロ払って入ることもできるんだよ。はあ、そういうことか。はいはいはい。結構広いですよね。ああ、確かに。めちゃくちゃ広い。なんかパン屋さん高級店みたい。見て、このもうなんですかこれ。ソファーシステムのスロットマシンあります。なんかドライブのやつじゃないですか。もうあ、FA が本格的になってきた。本格的なカジノエリアが結構カジノの規模はでかいぞ。本格的なカジノあるんですよ。ブラックジャックいますか？はい、ブラックジャック気になりますよね。これすごっ。すごっ。アリュータみたいな。ミニマム10マックス200とかね。本当だ。めっちゃ安い。あ、ポーカーなくない？ないっすね。え？ Yes. Only the ultimate, right? Ultimate. Only ultimate. Yes. Not like player versus player. Okay. Thank you very much. ないじゃん。ない。おい。え？ポーカーないじゃん。俺が調べた時はあれっぽかったんだけどな。あれ？ダメっすね。どうする？ポーカーないっていうしさ。あれ？なんかお分かりいただけただろうか。なんか見たことある人いる？はい、なんか何ですか？シュザえ？何やってんすか？いや今これすごい勢いでお金なくなってってます。すごい勢いでユーロなくなってますけど、渡辺さんです。ハンガリーのブダペストのドンドコドンというドンプレーやってます。かつての師匠みたいな、はい大御所プロポーカープレイヤーなんですけど、もう今となってはすっかり丼屋さんになってしまいました。でブダペストに住んでるんで渡辺さんがね、LINE で送ったんですよ。ちょっとヨーロッパ行こうと思ってて、イタリア行ったことないんですけど、おー行ったことあるって言ってましたよね、電車。
ポーカーどこのカジノにあるんですかって言ったら、マルコ・ポーロ空港の近くにあるカジノ・デ・ベネチアがテキサスホールデムでできるよ。あ、じゃあそこ行ってみます。来たわけですよ。はい。ポーカーないっす。ナイス。なかったないっす。あ、10年前の情報だから使えねえマジで。あらまあ終わりです。観光とかじゃない。ポーカーしに来たんですよ僕ら。したらはい。スロベニア沿いにノバゴリツァってところがあって、こっち行くか車から車で 2,3 時間じゃないおお。ここの近くにはないですかその。ないでしょ。あ、だから島ベネツィアのはい、あそこにもあっちにはこういうのはあるけど、ポーカーはない多分。えあれあれあれいやいやこれは移動ですね。ホテル放棄かもこれマジで。取ったけどとりあえずまあ渡辺さんには責任を取ってもらって、この後の旅には、渡辺さんを連行するということで、渡辺さん大丈夫なんですか？まあなんとか。茶番大丈夫です。この人めちゃくちゃ来たがってました。あ、そうなんですか？はい、いいなーって俺も旅したいなーって旅しますか。どの口が言ってんすかマジで。まあでもプラン決まりましたよ。今、まあ、もう夕方5時半で向こうまで移動するのちょっとしんどそうな気がするんで、朝移動しましょう。わかりましただから、まあ、今日のところは観光はい。デニスってだからその島があるんでね、メインの、まあ、そこのエリアちょっと行ってご飯とか食べて早めにホテル戻って、でホテルにスーツケースとか置いた状態でスロベニアの方の国境まで車で行って、はい、向こうでホテル取ってそこで一泊してでまた戻ってきましょう。だって空港なんだもんここ、ホテル2拠点生活です。観光しましょう。嬉しそうなんで嬉しそうなんですか。島をね、運河を。わざと騙しましたもしかして。いや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 。ベネチア行きたいから。いや。ちょっとじゃあさすがにこれみんなさ10ユーロもらったじゃないですか入り口で。ちょっとかけなきゃ。そうこれちょっと増やしてやんなきゃさすがに。あここまでは赤黒赤黒こんなん赤じゃん。いきましょう赤。オンリーナンバーやりますか。ナンバーじゃあ一発360度しますか。じゃあみんな1個ずつ数字選んでいきますか。これでもいいでしょ。あ、それでもいいですね。あ、じゃあそうしますか。これで9倍で90ですもんね。14にします。じゃあ僕は4号で4個ね。はい4号1417あ32、33、35、36 12おし隣なんだった35 28、35。あ、35じゃん。うわ。ちょっとだけルーレットしますか。ちょっとだけね。まあやって50あるじゃん。やって 50? さっきスロットの。あ、振り戻したいからね。やってましたねはい、個人プレー4538横澤、はい、12月10日誕生日だからで17は絶対でしょ。ブラックはい、絶対赤って言ってたからやっぱ赤来たじゃん。31しかも黒イエーイ Thank you やめましょうよしジャポネーゼはい、これ帰ろう絶対渡辺さん8ダメ。これは僕予言します。はい、渡辺さんは負けます。渡辺さんこれ外れます。28やめますあ、12隣だったじゃん。隣ナイスすごい大気に見える。なんかサクッと400ユーロか。でかいっすねでかくない？俺ホテル代浮いたんだけど。このぐらいで勘弁してやりましょう。はい、ベネチア観光ということで、まだ僕らベネチアのベの字も見てないんだけどこの本当にただの森しか見てなくて、ベネチアってこれじゃないからね、あやちくん。はい本当のベネチアとは何かを見に行こう。本当ですよザ観光地よベネチアの。そうでも俺ら今まだそのベネチアらしさを何も味わってない。めっちゃ曇ってるし、なんだイタリア感も味わってない。イタリア感もない。行きましょうホテルの人曰く
車で行くんだったら絶対にパーキングに止めて、パーキングからタクシーとかバスとか止めるところが一切ないらしいんで。 OK、 到着。気になるご飯屋さんが1個あって、一旦そこに向かっていいですか？まずそこを向かう。はい。この島ってなんていうんですか？この全体のそれをベネチこれをベネチアってア。陸側の方をベニス。そうなんだ。俺知識だよ。それを分かんない。100%かどうか。はい、皆さん合ってますか？この人が言ってることは。信じるかどうかあなた次あなた次第。第。あんまりこういう時に使わない。あんまりこういう時言わないですね。なんかベニスっていうのが英語なのかと思ってた俺。ベネツィアとベニスって違うのかと思ってた。でもさ、はい、意義あり意義あり。僕らがさっき言ったやつカジノでベネツィアでしたよ。響きがいいいやいや、ほらほらほら。いやもうこれ絶対間違ってるって。響きがいいから。僕が正しいっす。やっぱりベニスが英語っす。あ、ベニスが英語ただ単に。それだけです。そんだけ？はい、言ったやんだから。ちゃうかじバポレットと呼ばれる水上バスを利用する。なるほど。徒歩だと3、40分かかるそうだね。あった。ACTV。おお。うわ結構乗ってる。めっちゃ混んでるね。うわマジでディズニーランドみたいになってきた。すごい。めっちゃ綺麗。綺麗ですね。これ見に来ただけで価値あるな。マカオのベネチアン、もう何倍もの。はい。そのマカオのベネチアンもそうだし、ラスベガスのベネチャンもそうだし、これ見て確かに真似したくなる気持ちはわかるわ。これ作りたいって思うよね。ここでやりましょうか。多分あれカジノなんですよ。世界最古のカジノ。世界最古のカジノらしい。そうなんですね。一応カジノとモンテカルロも世界最古のカジノとして知られてます。って言われてんの。はい。モナコの。だから戦ってます。信じるか信じないか。また言ってるわ。カジノ・ド・モンテカルロの設立は1863年らしいですけど、カジノ・ディ・ベネツィアは1638年らしいです。でしょ400年前に作られたから。すげえ。400年前からカジノなんてあるんですね。で何よ。うわーなんかアトラクションみたいな、はいこの体験やばいな。いや僕ね、はい渡辺さん、最近思うんですよ。世界中カジノとかこうやっていろんな国行くじゃないですか、やっぱすげーってなった時って携帯で撮りたくなるじゃないですか。もったいないっすよねでも絶対写真撮った方が後で見返してこの思い出ねとかね。でも写真じゃ伝わんないんですよこれ。動画とか写真伝わんない。でも写真撮った方がいいよねっていう気持ちの半々が、なかなか難しい。これだカジノでベネチア。え？全然カジノっぽくない。10年以上前来たな。何これ？あ、でも今日も閉まってるっすね。そういえばそもそも週末しかやってないです。金土日だけです営業時間。しかも営業時間も8時半から3時だけ。短っ。あ、なんか急に普通にお店いっぱいある。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おおすげえ。すげえ。えぐ。すごいわ。こんな気がするけどな。おお混んでるな。多分ここだな。めっちゃいい。いやでも本当にマジ予約いっぱいでもう行列できてるぐらいの店だから大人気。マジラッキーっすよ。 Did you want with the octopus or with the octopus? いや、You think it's enough or too much? It's enough. It's enough. Okay. It's enough. It's enough. Okay, let's go. I go with the fish appetizer first with tuna pesante, then tagliatelle, soia and pork. Perfect. うまいレストランは絶対に接客がいい。もううまいですここは。あゆつさん。はい。飲んでください。よろしくお願いします。いただきます。あ、うまい。Fish mixed now. 求めてたものが全てここにあるやん。いただきます。本当に沈む前に来れてよかったですベネチアが。僕らがおじいちゃんのところにはもう沈んでるかもしれないですからね。あの頃は沈んでなかったんよっつって見てるうちには沈まんのわかんないっすよ。うわすげえ。これがヒラメかな。いただきます。はい、ヒラメイエーイ。 Eccoci ragazzi. あんなこったらうまい。今日一じゃん。あんなこった屋さんやん。 Guys, this is for you. Thank you. And I have a question. Yes, of course. We park car around Yes. here. What's the fastest way to go back? By foot. By foot? Yes. Maybe 15 because it's Piazza Roma. It's a little bit. But this says 28 minutes. Sorry, it's a buona lena because we go faster.
How can we use like a taxi boat? You want to use taxi boat? Yes. Yes, of course. We have the number. Now I give it to you. Thank you. ごちそうさまです。そうです。お疲れ様でした。お会計は3万ちょっとぐらい。はい。まあまあいいお値段しますね、やっぱね。でもいっぱい頼んだもんね。お酒もちょっと飲んだし。いや、本当にね、サービスが最高だったね。そしてパンナコッタが激うまだったな、マジで。人生で食ったパンナコッタで一番うまかったな。そして、ホテルの人にタクシー呼んでくれって言ったら、ここに来るらしいです。おお。ここにタクシー来るらしいです。80ユーロちょっとまあちょっと高いよ。まあ思い出ということで14,000円。game that we do. Maybe this one. Maybe you remember the number. あ、348。あ、348です。イエーイ、オラー。すごっ。あ、もう乗れて。We can. Let's go. Let's go. Let's go. イエーイ。バイバイ。よー、めっちゃすごい。いや、これこそ携帯で撮るのもったいないわ。マジで撮ってる場合じゃないって。でっけえ運河。この光景マジで一生忘れないだろうな。すげえ。すごすぎる。皆さん、こちらに見えますのがカジノ・デ・ベネツィアです。世界最古のカジノとなっておりまして、400年の歴史があるとされております。いや、来てよかったマジで。So 80? Okay, perfect. Perfecto. Thank you. Ciao. Ciao. バイバイ。めちゃくちゃすげえ。いや、マジ来てよかったベネチア。乗った方がいいねあれ。絶対乗った方がいいでしょ、ほら。やっぱケチっちゃダメなんだって、渡辺さん。アクティビティとして14,000円で3人で考えたら安いっすよ。そういうこと。はい。めちゃくちゃ綺麗だったっす。ハイライトでした。ね、忘れないよねこれね。海外行った思い出ランキング結構上位に入るけどな、ベネチアの夜。いや、ポーカーなかったけどベネチア来てよかったな。これはかなりおすすめ海外スポットに認定ですね、ベネチアは。おお、よし。まあ初日はポーカーできなかったですけど、明日早起きしてそうですね。カジノ行きましょう。はい。スロベニアです。イエーイ。世界一周4カ国目です。僕が8時になったらここがこれ期待できるじゃないですか。結果発表。はい。3人合わせて。あれ、僕らビンゴしに来たんですよね、ここまで。あ、そうですよね、ビンゴプレイヤーですよね。おお、来た来た来た。横澤チャンネル史上一番ピンチかもしれない。やばいですねこれ。